加害者は被害者が払う税金で暮らしている娘27、元同僚の男にバラバラにされた父が娘の墓前で約束した子供を監殺人事件父親の訴え。1、事件の概要と背景。発生2011年9月30日、岡山県にて被害当時27歳の長女美沙さんが元同僚の男に性的暴行を受けた末に殺害され、遺体を切断遺棄された凄惨な事件。結末、加害者には死刑判決が下り2017年に執行されました。しかし父裕二さんにとって死刑は最高刑ではなく区切りに過ぎない最低刑でした。2、加害者の処遇と人権への疑問。加藤さんは加害者と被害者の扱いの格差について強く訴えています。経済的格差。加害者の一食費医療費等には年間約2000億円もの国費税金が投じられている一方、被害者支援の予算は10億20億円程度と圧倒的な差がある現状を批判。国民の義務、納税労働教育の義務を果たしていない受刑者が被害者の納めた税金で生活することへの不条理をして労働によって食費や療養費を自ら稼ぎ被害者へ充てるべきだと真の意味での平等な扱いを求めています。予算配分の圧倒的な乖離。加藤さんが最も強い言葉で指摘しているのは国が投じる予算の桁違いなさです。被害者遺族の支援に使われる経費は国全体で年間およそ10億円から20億円程度にとどまるといいます。それに対して刑務所や拘置所に収容されている加害者の衣食住および医療を支えるためのコストはかつては年間約600億円と言われていましたが現在は約2000億円にまで上ると加藤さんは指摘しています。この20億円 vs2000 億円という対比は被害者側から見れば自分たちの血税が大切な家族の命を奪った者たちを守るために優先的に使われているという耐え難い矛盾として映っています。日本国民としての三大義務と受刑者。加藤さんは法務省の担当者への問いかけを通じ憲法で定められた国民の三大義務についても触れています。教育の受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務。一般的な国民はこれら義務を果たすことで権利を享受していますが刑務所内の加害者は働くことも税を納めることもなく3食の食事と警察病院での無料の医療を保障されています。加藤さんは飲食店でお金を払わなければ逮捕されるのに刑務所ではなぜ無料なのかと生存に関わるコストの不透明さを批判しています。自立した公正への提案。この格差を是正するため加藤さんは加害者の労働の在り方について具体的な提案をしています。単に刑務作業をこなすだけでなく例えば北海道の開拓時代のような過酷な労働とまではいかなくても1日しっかり働いて1万円程度の対価を得る仕組みを想定しています。その労働報酬から自身の食費税金療養費を自ら支払い残った分を被害者への弁済や出所後の蓄えに充てるべきだと主張しています。これにより国が加害者の生活費を全額負担する必要がなくなり浮いた予算を被害者支援へ回すことができます。加藤さんの2020億円を2で割るべき被害者と加害者の予算をイコールにするという言葉には人権を糧にした現状の公金支出への強い憤りが込められています。被害者が直面する経済的困窮。加害者が手厚い保護を受ける一方で被害者家族は事件直後から生活の崩壊に直面します。例えば自宅が事件現場となり住めなくなった場合の転居費用、働き手を失ったことによるローン返済の行き詰まり、精神的ショックで仕事ができなくなるなど明日の食事代にも困るケースが実際に存在します。現在の国の給付金制度では申請から支給までに半年以上の時間がかかることもあり加藤さんは今困っている人に数ヶ月後の支援は何が役にも立たないと即時性の欠如を厳しく批判しています。3、娘と交わした3つの約束。加藤さんは亡き娘の墓前で以下の活動を続けることを誓いました。犯罪を生まない社会への貢献、犯罪の芽をつまむための活動、被害者とその家族への直接支援、痛みを知る者同士の心のケア、経済的支援のための基金作り、行政の支援が届くまでの空白の期間を埋めるための即時的な金銭支援。加藤さんが訴える経済的支援のための基金作りは行政の制度が持つ速度の壁を打破し事件直後の地獄のような状況にある遺族を物理的に救い出すための極めて実践的な取り組みです。加藤さんが代表理事を務める公益社団法人被害者サポートセンター岡山 VSCO での活動を中心にその詳細を解説します。行政支援の致命的な弱点。数ヶ月の空白期間。国の犯罪被害者等給付金制度などは審査に膨大な書類と時間を要します。加藤さんの指摘通り申請から受給まで平均して6ヶ月から7ヶ月近くかかるのが現実です。しかし被害者は今この瞬間に以下の問題に直面します。住居の喪失自宅が現場となった場合清掃が終わるまで住めない、あるいは精神的苦痛で戻れないため即座にホテル代や引っ越し費用が必要になります。当座の生活費、働き手を失ったりショックで仕事に行けなくなったりしても容赦なく月々のローンや光熱費の請求は届きます。医療費、精神科の受診や性被害の場合の緊急避妊薬検査費用など一刻を争う手術が発生します。この行政が動くまでの半年間という空白の期間を埋めるものが加藤さんの目指す独自の基金です。 VSCO が運用する独自の支援金制度。加藤さんは民間団体として国や自治体よりも早く柔軟にお金を動かす仕組みを構築しました。性犯罪被害者のための緊急支援金。性被害に遭った際産婦人科での初診料、性感染症の検査、緊急避妊措置アフターピルなどの費用を VSCO が直接負担あるいは即時給付する仕組みです。これらは被害から72時間以内の対応が不可欠なためスピードが最優先されます。精神科受診への支援。事件のトラウマで精神科に通う必要がある場合1回あたり数千円
上限数万円といった形で継続的な通院を支えるための補助を言っています。裁判への付き添いや法的支援遺族が裁判に参加するための交通費や弁護士への相談費用など経済的な不安で声を上げることを諦めさせないための支援です。基金の源泉自分の手でみんなの力で、加藤さんは国がやらないなら自分がやるという覚悟のもと、この基金を支える資金を行政に頼り切るのではなく自分たちで生み出す工夫をしています。支援自販機の設置自動販売機の売上の一部が自動的に被害者支援基金に寄付される VSCO 支援自販機を岡山県内外に設置。現在病院や企業など数十カ所に広がっています。民間からの寄付と会費イエローレシートキャンペーン買い物レシートによる寄付や個人法人からの会費を募り、特定の事件だけでなく次に被害に遭う誰かのためにプールしています。死ぬまで諦めない執念の背景、加藤さんが85歳まで活動を続けると誓い、妻に反対されても基金作りに邁進するのは明日一家で食べるおにぎりさえ買えないという極限状態にある被害者を一人でも減らしたいという一心からです。2000億円加害者予算のうちのせめて100億円でもあれば日本の被害者支援は劇的に変わるという加藤さんの主張は理想論ではなく、自らが基金を運営し現場で困窮する遺族を目の当たりにしてきたからこその重い現実感に基づいています。加藤さんが代表を務める VSCO 被害者サポートセンター岡山ではお金を渡すだけの支援にとどまらず、被害者が社会から孤立しないための3人1組の付き添い支援という非常に手厚い体制を整えています。この仕組みと基金がどのように現場で生きているのか、さらに具体的に解説します。3人1組のチームによる生活再建の伴走、被害に遭った直後はあまりのショックで何をどう手続きすればいいのかさえ判断できなくなります。そこで VSCO では専門的な訓練を受けたボランティアが3人1組のチームとなり被害者に寄り添います。裁判所や検察庁への付き添い犯人の顔を見たくない、一人で法廷に立つのが怖いという遺族のため隣に座り精神的な支えとなります。行政手続きの代行同行役所での複雑な申請や警察への事情聴取に同行し、被害者が何度も同じ辛い説明を繰り返さなくて済むようサポートします。精神科や病院への同行、医師の説明を一緒に聞き、今後必要になる医療費の見通しを立てます。ここで先ほどの基金からすぐに医療費を捻出できるかどうかの判断も行われます。基金が命のつなぎになる具体的な場面、基金から出るお金は単なるお見舞い金ではなく被害者の尊厳を守るための軸として機能します。性被害者の初診検査外性犯罪の被害者が病院へ行く際、保険証を使うと家族に知られてしまうリスクやそもそも手持ちのお金がない場合があります。基金はこうした誰にも言えない、でも今すぐ払わなければならない費用を即座にカバーします。カウンセリング費用の補助、精神的な傷は数年数十年続きます。行政の支援が切れた後でも基金があることでお金が尽きて治療を諦めるという下手を防いでいます。転居に伴う当座の現金事件現場となった家から逃げるように出なければならないとき、敷金礼金などのまとまったお金が出るまでの数日間の宿泊費や食費を基金から手渡すことがあります。連携が生む政府機ネット、加藤さんは VSCO だけで全てを解決しようとするのではなく連携が不可欠だと語っています。医療法律の専門家とのネットワーク、産婦人科医、精神科医、弁護士会、警察、そして行政、これらの機関がバラバラに動くのではなく VSCO がハブ中心となって情報を共有することで被害者がどこへ行ってもたらい回しにされない仕組みを目指しています。民間企業の協力支援自販機を置いてくれる企業や募金に協力してくれる一般市民など地域全体で被害者を支える空気を醸成しています。諦めない理由と今後の展望、加藤さんが85歳まで活動を続けると決めているのはこうした支援がまだ岡山県を中心とした一部の動きに過ぎないという危機感があるからです。本来なら加害者の維持に使われている莫大な税金2000億円の一部が国主導でこうした即時支援に回されるべきだと加藤さんは考え続けています。そのモデルケースを自分たちの手で作り上げ国を動かそうとしているのです。4、犯罪を未然に防ぐために犯罪者の特性能の資質や幼少期の虐待経験を分析した上で加藤さんは特に学校教育の重要性を説いています。教師は教えるだけでなく人として育てる役割を担うべき、いじめを見て見ぬふりせず子供と向き合うことで将来の加害者を減らせるのではないかという考えです。5、社会とマスコミへのメッセージ、真実の報道事件を強盗殺人とは相性化せず凄惨な実態の統合観察人を正しく伝えることで被害者の無念を軽視しないでほしいと訴えています。忘れないこと、被害者が何か特別なことを求めているわけではなく事件や遺族の思いを忘れずにいてくれることが最大の救いであるとしています。6、批判意見、加藤さんの訴えは最愛の娘を惨殺された被害者遺族としての切実な叫びであり多くの共感を集める一方で法学、人権論、社会福祉などの専門的な視点からはいくつかの批判的な意見や議論の論点が存在します。主に以下の4つの観点から批判や反論が挙げられることがあります。一財刑法定主義と公正の理念への手で日本の刑罰制度は単なる復讐ではなく犯罪者を社会から隔離しあるいは教育して更生させることを目的としています。
規範の視点受刑者に自分の生活費を全て稼がせるという仕組みはかつての強制労働区域に近い発想であり、現代の国際的な人権基準や憲法が禁じる奴隷的拘束に抵触する恐れがあるという指摘があります。理由刑務作業の主な目的は規則正しい生活を通じて社会復帰の準備をさせることであり、利益を上げることそのものが目的ではないからです。二受刑者の労働能力と経済的現実の差。加藤さんは1日1万円稼がせるという具体的な数字を出していますが、これには現実的な運用面での批判があります。規範の視点受刑者の多くは高齢者、障害を抱える人、あるいは知的精神的な課題を抱え、一般社会でも満足な賃金を得られなかった層が少なくありません。理由効率的な労働が困難な受刑者に対し、市場価格並みの賃金を発生させることは現実的に難しく、結果として働けない受刑者のコストは依然として公費で賄わざるを得ないという反論があります。参加会社予算2000億円の内訳に対する解釈の相違。加藤さんが挙げる2000億円という数字の捉え方についても議論があります。規範の視点。この予算の大部分は受刑者の食事代や医療費そのものではなく、刑務官の給与、施設の維持管理、高度なセキュリティ時といった社会の安全を守るためのコスト警備費です。理由加害者を贅沢にさせているのではなく、加害者を確実に閉じ込め社会に出さないように監視するために膨大なお金がかかっているという見方です。これを削ることは脱走リスクの増大や治安の悪化を招くという懸念が示されます。4教育現場への責任転嫁に対する反論。加藤さんは犯罪を防げなかった要因として学校の先生が子供と向き合っていないと厳しく指摘しています。規範の視点。現代の教師の多忙化は深刻であり、家庭環境やネット社会の影響まで全てを学校が背負うのは無理があるという意見です。理由。犯罪の背景には家庭内虐待、貧困、社会的な孤立など学校だけでは解決できない複雑な要因が絡み合っています。先生が親代わりになるべきという主張は教師への負担を過剰に高め、かえって教育現場を崩壊させるという懸念が教育関係者などから上がることがあります。加藤さんの主張はあまりにも加害者優位に見える現在の司法制度に対するアンチテーゼ反対提唱であり、これらの批判もまた法治国家としてどこまで加害者の権利を制限できるかという非常に難しい境界線についての議論と言えます。7. まとめ。加藤さんが訴える加害者は被害者が払う税金で暮らしているという問題について、税金と社会コストの観点からさらに掘り下げた論点と解説をまとめます。作業報奨金の非課税と強制執行の禁止という壁。日本の刑務所で行われる刑務作業に対して支払われるお金は法律上賃金ではなく作業報奨金と呼ばれます。ここには大きな税制上の矛盾が隠れています。この報奨金は労働の対価ではなく、あくまで公正を奨励するための手当という建前があるため、所得税などの税金が一切課されません。私たちが社会で働いている収入からは所得税や住民税が引かれますが、受刑者の収入には課税の概念がないのです。さらにこのお金は釈放後の生活資金を守るという目的があるため、被害者が損害賠償金として差し押さえることも法律で厳しく制限されています。被害者の税金で運営される施設の中で加害者が得た利益が非課税であり、かつ被害者への弁済よりも優先して守られているという構造は加藤さんが指摘する不平等さを象徴しています。社会保険料という隠れた公費負担。私たちが生活を維持する上で税金と同様に大きな負担となっているのが健康保険や年金などの社会保険料です。受刑者は収容中国民健康保険などの保険料を支払う義務がありませんが、病気になれば警察病院などで実質的に無料、つまり全額公費で治療を受けることができます。一方で一般の国民は生活が苦しくても保険料を納め、さらに窓口で自己負担を支払って医療を受けています。重罪を犯した者が保険料も自己負担もゼロで高度な医療を受けられるという現状は、その医療費コストを納税者が全て肩代わりしていることを意味しており、これこそが加藤さんの言う被害者の税金で暮らしているという言葉の裏にある重い事実です。海外事例から見る控除制度への転換。加藤さんが提案する働かせて税金を払わせるという仕組みは、国際的には控除モデルとしてすでに議論や導入がなされている国もあります。例えば一部の国では受刑者に一般社会と同等の最低賃金を適用する代わりに、その報酬から所得税や住民税、社会保障費を天引きし、さらに施設を利用するための料費や食費を徴収する仕組みがあります。さらに報酬の一定割合を被害者支援基金へ強制的に拠出させることも可能です。現在の日本が受刑者に時給数十円という極めて低い報奨金しか出していないのは、加害者の生活保障を国が全て引き受けているからです。もし彼らを納税の義務を持つ主体として扱い、自らの生活コストを稼がせる仕組みに転換できれば、国が加害者のために支出している膨大な予算を削減し、その分を被害者支援へ回すことが可能になります。加藤さんの主張は加害者を優遇することではなく、彼らに国民としての義務を果たさせ、国家予算の不公平な分配を正そうとする合理的な提言と言えます。結論としての税の再分配。被害者への給付金が年間20億円規模という極めて少ない予算で運用されている一方で、加害者の維持に2000億円もの国費が投じられている現状は、税の使い道として著しい偏りがあると言わざるを得ません。加害者を納税者に変える、あるいは自らのコストを負担させることで、浮いた財源を事件直後の絶望的な状況にある被害者の生活再建へ即座に充てる。加藤さんが目指すこの転換は、被害者の尊厳を取り戻すと同時に、納税者全体の納得感を得るための新しい社会の在り方の提示でもあります。いかがでしたか？この動画が役に立ったと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。